世界を巻き込んだ大戦争、第一次世界大戦の前後、なぜ戦争は始まったのか。20世紀初頭、ヨーロッパは帝国主義の時代。各国が植民地を争い、軍事力を増強。ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、どの国も俺たちこそ最強だと考えていた。そして世界は2つの陣営に分かれる。三国同盟、ドイツ、オーストリア、イタリア、三国協商、イギリス、フランス、ロシア。こうしてヨーロッパはいつ戦争が起きてもおかしくない状況になっていたんだ。サラエボ事件戦争の引き金。1914年6月28日、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナンドが暗殺される。サラエボ事件がきっかけとなり、オーストリアがセルビアに宣戦布告。連鎖反応でドイツ、ロシア、フランス、イギリスが次々と参戦。こうして第一次世界大戦が始まった。戦争の展開総力戦へ。西部戦線、フランス vs ドイツ。ドイツはシュリーフェンプランでフランスに奇襲をかける。しかしマルヌの戦いでフランス軍が反撃し、戦線は膠着状態に。こうして塹壕戦の泥沼に突入。兵士たちは地獄のような戦場で戦うことに。東部戦線、ロシア vs ドイツ。オーストリア、ロシアはドイツに攻め込むが、タンネンベルクの戦いで大敗。その後もロシア軍は苦戦し、国内で革命の火種が生まれる。他の戦線、オスマン帝国、アフリカ、アジア。オスマン帝国はドイツ側で参戦し、ガリポリの戦いで連合軍と激突。日本も連合国側で参戦し、中国のドイツ領を攻撃する。戦争が変わる。アメリカ参戦とロシア革命。1917年、ロシアでロシア革命が発生。帝政が崩壊し、最終的にソビエト政府が誕生。ロシアは戦争を離脱。ブレストリトフスク条約。同じ年、アメリカが参戦。ドイツの無制限潜水艦作戦でアメリカの船が沈められ、怒ったアメリカが連合国側で参戦。これで戦争の流れが大きく変わる。戦争の終わりと講和条約。1918年、戦況は連合国側が有利に。ドイツ国内でも戦争反対の声が高まり、ついにドイツ皇帝が退位。1918年11月11日、ドイツが降伏。第一次世界大戦が終結。その後、ベルサイユ条約が結ばれ、ドイツは莫大な賠償金と領土の喪失を課される。戦争の影響と世界の変化。ヨーロッパはボロボロ。1700万人が死亡し、経済は崩壊。新たな国が誕生。オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国が解体。ポーランドやチェコスロバキアなどが独立。世界のリーダーが変わる。イギリス、フランスが弱体化し、アメリカが台頭。しかしドイツは屈辱を受け、これが後のある戦争につながる。戦争は終わったのか。第一次世界大戦は本当に終わったのか。実はベルサイユ条約の厳しい条件がドイツの反発を生み、ナチスの台頭につながる。つまりこの戦争があったからこそ次の第二次世界大戦が起こるんだ。世界はまだ混乱の時代に突入していく。